こんにちは。ジャパニーズアベニューへようこそ。たけるです。みゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今日はですね、世界的な作家、村上春樹さん。はい。彼が、熱心なランナーでもあるっていうのはあなたも聞いたことがあるかもしれませんね。そうですね。今回は、彼にとって走ることが、どんな意味を持つのか、ちょっと一緒に見ていきたいなと。なぜ走り始めたのかとか、それが書くこと、生きることとどうつながってるのか、興味深いテーマですよね。まず、ちょっと意外なんですけど、もともと走る人じゃなかったっていう。そうなんですよ。作家になる前はジャズ喫茶を経営されてて、ええ。夜遅くまで働いて、生活が不規則だったみたいですね。健康にはあんまり良くなかったと。うんうん。で、小説を書き始めて、これは体力がいるぞと。ああ、なるほど。そう痛感して健康のために走り始めたっていうのがきっかけらしいです。最初は本当にちょっとだけ20分とか30分走るだけでももう息が上がってたなんて話を聞くとなんか親近感が湧きますよね。わかります。最初はね、人の目も気になったりしたみたいですよ。ああ、そうなんですね。でも毎日続けていくうちに体がだんだん慣れてきて、自然と距離も伸びていったと。走ることが特別なことじゃなくて日常の一部になっていったっていう感じでしょうか。そしてここがすごく面白いところだと思うんですけど、走ることと小説を書くことの関係、はいはい。彼は走ることで書く力を手に入れたとはっきり言ってるんですよね。すごい言葉ですよね。体を動かすっていうそのフィジカルな行為が精神を整えることにつながってるんじゃないかと。確かに。小説を書く作業って、集中力とか持続力とかすごくいりますもんね。長距離走りに似てるって本人も言ってますし。その体力とか精神力みたいなものを日々のランニングで養ってるのかもしれないですね。あなたも何かを続けるために別の習慣を意識したりすることってありますか？そして続けることの大切さ、これもね、厳しい言葉を残していて。ありましたね。1日サボると自分にはすぐわかる。2日サボると読者にもわかるって。これはなんか身が引き締まりますよね。書くことも走ることも結局は日々の積み重ねが全てなんだと。そういうことなんでしょうね。だから雨の日も暑い日も無理はしない範囲で自分のペースを守って走り続けている。元オリンピック選手の瀬古利彦さんとの対談のエピソードも面白かったです。ありましたね。瀬古さんでさえ今日は走りたくないなって思う日がしょっちゅうあるって聞いて、それでなんかホッとしたと。そうそう、トップアスリートだって同じ人間なんだなって。ではその走ってる時間っていうのは村上さんにとってはどういうものなんでしょうか。彼はそれを空白の時間って表現してますね。空白ですか。誰とも話さないし音楽も聴かない。ただ自分の呼吸とか足音、風の音なんかに耳を澄ませる。今の時代情報がすごく多いから、そういう時間って意識しないとなかなか持てないかもしれないですね。まさに心の掃除をするようなそんな感じなのかもしれません。なるほど。もちろん走ってる間に小説のアイディアとかがふっと浮かぶこともあるそうなんですけど、でも基本的には何かを生み出すためっていうよりはむしろ頭を空っぽにすること、その空白自体を求めて走ってるみたいですね。走る経験そのものが人生のメタファーとしても語られてますよね。そうですね。初めてのマラソン、ギリシャのアテネでの。過酷だったという。ものすごい暑さの中、なんで自分はこんな苦しいことをしてるんだろうってずーっと問い続けながら走ったと。でその限界に近いような状況でなんか本当の自分みたいなものにちょっと触れた感じがしたっていうんですね。ゴールした時の涙は誰のためでもなく自分自身のためだったと。そこから大切なのは速さじゃないんだ、止まらないことなんだっていう考えに至る。人生も同じだと。ペースは人それぞれだけど、とにかく歩み続けることが大事なんだと。これはあなた自身の経験にも何か重なる部分があるかもしれませんね。ただ面白いなと思うのは、これだけ走ることについて語ってるのに、他の人にあなたも走りなさいよとはあんまり勧めないんですよね。そうなんです。興味があれば人は自然と始めるものだからっていうスタンスみたいで。なるほど。小説家になるのだって誰かに勧められてなるもんじゃないっていう感覚に近いんでしょうかね。無理強いするものじゃないっていうことなんでしょうね。つまり走ること自体が絶対に正しいとかそういうことじゃなくて、彼にとってはそれがたまたま自分自身と静かに向き合うための一番いい方法だったということなのかなと。そうですね。
あなたにとってのそういう静かな時間、自分と向き合うための走ることに当たるものって何でしょうかね。読書かもしれないし、音楽を聴くこともしれない。散歩とか瞑想とか、あるいはただゆっくりコーヒーを入れる時間とかかもしれませんね。村上春樹さんにとっての走ることは、単なる健康法とか運動っていうのをもう超えてるんですね。創作活動とか人生の哲学とかに深く結びついてる。自分自身と対話するためのある種の儀式みたいなものなのかもしれないですね。さて、たけるさん、今日の話の中から日本語を学んでいるあなたに役立つそうな言葉いくつか見てみませんか？いいですね、ぜひ。まずはやっぱり走ること。走るという動詞を名詞みたいに使う言い方ですね。走ることが好きですみたいに。次は続けること。これも続けるという動詞から来てますね。毎日続けることが大切ですとかそういう風に使いますね。それから自分のペースで。これは便利そうですね。確かに、無理しないで自分のペースで勉強しましょうとか言えますね。あとは自分と向き合う。ちょっと難しいかもしれないですけど、自分自身について深く考えるみたいな意味合いですよね。一人になって自分と向き合う時間が欲しいとか。そうですね。最後に大切な。これは重要なと似たような感じで使える形容詞です。はい。健康は大切ですとか基本的なことですがよく使いますね。これらの言葉、今日のテーマにも関係しますし、あなたの日本語学習とか日々の生活にもきっと応用できると思いますよ。ジャパニーズアベニューではこれからもこんな風にいろいろなトピックをできるだけわかりやすい日本語でお届けしていきます。チャンネル登録といいね、もしよかったらお願いします。それではまた次回。今日の話を聞いて、もしあなたが自分のための空白の時間を作るとしたら、それはどんな時間になるか、ちょっと考えてみるのも面白いかもしれません。それではまた次回の配信でお会いしましょう。はい、また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。Welcome to Japanese.